余計なことをしなければ。ガンダム界の戦犯キャラ7選。機動戦士ガンダムシリーズにはそのキャラクターが誤った行動を取らなければ世界はまた違う方向に変わっていたのではないかと考えることができる物語を進めるための重要な分岐点が多数存在します。もちろんそんな行動がなければ話は進まないのですが、あえてそのキャラクターの行動を振り返ってみると180度違った世界が見えてきます。そこで今回は戦争の元凶である存在や物語や戦局を大きく悪化させた戦犯キャラ7選をご紹介させていただきます。解説の都合上結末までのネタバレを含みますのでご注意ください。またこのランキングは当チャンネルで実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに作成させていただいています。投票総数約 2.2 万票、総コメント数268件、皆様たくさんの投票およびコメントをいただき本当にありがとうございます。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。第7位、ディレンとキシリア。まず機動戦士ガンダムよりギレンザビとキシリアザビです。この2人はジオンズム大君の死後ジオン公国を作り上げたザビ家の家系です。ジオン公王レニンソドザビの子供にはギレン、キシリア、サスロ、ドズル、ガルマの5人がいました。サスロは道半ばで暗殺されましたが、宇宙世紀0079-1月3日、デニン筆頭にジオン公国は地球連邦と対等な関係の独立国家としての主権を地球連邦に認めさせるために宣戦布告をしました。デニンは強硬な戦争は反対していたものの、ディレンが強硬姿勢をとりコロニーの住民を毒ガスで虐殺してそのコロニーを地球に落とすという強硬手段を取ったことから地球の人口の半数は失われ、両軍ともに憎しみにまみれた戦いへとつながっていくことになりました。そんな中、一時はルーム戦役で優位に立ったジオンは地球連邦軍のレビル将軍を捕虜にすることに成功しました。こうしてデニンはレビルに早期和平の提案を持ちかけていたのですが、レビルは連邦に奪い返されジオンに徹底抗戦する構えを取ったので、再び戦いが継続していくことになります。このようにジオン公国独立運動をデニンは穏便に進めようとしていたことに対し、ディレンが虐殺を厭わない強硬手段を取ったことで人類が破滅の道へ進んでいったことを考えると戦犯キャラと言えるのではないでしょうか。またキシリアも好戦的な人物でディレンと同じく戦果を拡大させており、最終局面のアパオア空戦ではディレンを殺して戦局をさらに混乱させている戦犯キャラとしてランクインしました。ジークアクスでは2人とも一年戦争を生き延びましたが、結局は内輪もめしているので、この2人がいる限り世界は良くならないのかもしれません。第6位、三日村博士とウルベ少佐。三日村博士は機動武闘伝 G ガンダムに登場した人物で、ヒロインのレイン三日村の父親であり、シャイニングガンダムやゴッドガンダムを開発したネオジャパンの科学者です。劇中ではその科学者としての優秀な能力を生かしてずっとサポートをしていた人物ですが、ドモンの父親ライゾウカッシュが自己進化、自己再生、自己増殖という三大理論を持ったアルティメットガンダムの開発に成功したことに対して、自分が開発したシャイニングガンダムはスーパーモードが怒りのエネルギーでしか発動しないことに劣等感を持ちました。そこに第12回ガンダムファイトのネオジャパン代表ファイターという経歴を持つウルベ石川が付け入り、2人でアルティメットガンダムのダッシュを共謀しました。その結果、ライゾウ博士は冷凍系になり、ドモンの兄ヒョウジはアルティメットガンダムに登場して地球へ脱出しようとしますが、登場の際にヒョウジをかばう母ミキノはウルベに射殺され、ヒョウジはアルティメットガンダムの地球落下時の衝撃で暴走したことからデビルガンダムとなり、悲劇の運命をたどっていくことになりました。デビルガンダムや DG 細胞がガンダムファイトにも大きく影響を及ぼしたことを考えると、2人の影響は大きなものだったのではないでしょうか。ただしデビルガンダムの暴走を止めたゴッドガンダムはマスターグレード版の説明書準拠の設定だと三日村博士がほぼ独力で開発した機体な上に、終盤ではカッシュ博士の冷凍系を解いていることから、戦犯とは言っても完全な悪人ではなく罪を償った人物という意見も見られました。第5位、勝小林。勝は
機動戦士ゼータガンダムに登場したキャラクターです。機動戦士ガンダムの劇中ではホワイトベースに乗船していた戦災孤児の一人でカツ・ハウィンという名前でしたが、カツ、レツ、キッカの3人は一年戦争終戦後結婚したハヤトとフラウの養子となったので名前がカツ小林になりました。幼少時代はおっとりしていたカツですが、機動戦士ゼータガンダムの劇中ではアムロレイを叱咤してエウーゴに参加するように促し、自分自身も戦いに参加していきます。しかしモビルスーツに登場することになってからは規律を破る無断出撃をするといったことが目立つようになります。宇宙に上がってからはシロッコを撃とうとした際にカツが恋心を抱くサラザビアロフがシロッコを守ろうとしたので誤ってサラを撃墜してしまいました。しかし逆上したカツは敵討ちとしてハマーンを撃とうと再び無断出撃しようとしていました。最終的にはハングラビに攻撃しようと立ち回るも残骸に衝突して自滅したとも取れる最後を迎えたのですが、劇中の傍若無人な振る舞いから戦犯としてのご意見が多く5位とさせていただきました。ただ戦果としては敵軍のティターンズモビルスーツを撃墜しアムロ再起にも協力し、さらにカミーユとシロッコの戦いではシロッコをかばうサラの魂を説得してエウーゴの勝利に貢献していると考えれば、戦犯というよりは嫌われキャラといった方が正しいのかもしれません。第4位、ジーン。ジーンは機動戦士ガンダムの記念すべき第1話でザクに登場していたパイロットの一人です。ホワイトベースが入港したスペースコロニーサイドセブンへ侵入したデニムとジーンは偵察を命じられていました。しかし功を焦るジーンは上官のデニム総長の命令を無視して連邦軍の基地を襲撃します。これによりフラウボウの家族を含めた民間人が多数死亡し、アムロレイは事態を何とかするべく駆け回りガンダムを発見し、これに登場することになっていくのでした。ジーンの命令無視がなければガンダムにはアムロではなく正規の連邦兵が登場していたはずなので、全く違う未来になっていたのではないかと長年各所で言われていました。そしてジークアクスではそれが決定的になりました。まさかのジーンのザクが故障して出撃ならず、代わりとしてシャアがサイドセブンに潜入しガンダムを奪取したことでジオンが連邦に勝利する世界戦に変わりました。もともとこの動画の初回版はジークアクス放映前に投稿させていただきましたが、その頃いただいていたコメントではジーンが動かなければジオン勝利もあり得たという意見が多く見られましたが、まさかのその世界観が公式から展開される日が来るとは誰が想像できたでしょうか。第3位、バスクオム。戦争では時に味方の損失よりも敵の殲滅を優先しなければならない状況もあるようです。そんな非人道的な作戦を遂行した人物の一人がバスクでした。バスクはスペースノイドに対して激しい憎悪を持つ人物です。機動戦士ガンダム0083の作中ではまだ友軍が車線上にいるにもかかわらずソーラーシステム2を照射してジオンを殲滅しようとしており、連邦の腐った姿勢をガトーやジオンに見せつける結果になりました。なお本来であれば軍事裁判にかけられるべき問題ですが、連邦軍内の派閥争いに勝利してこれをもみ消しています。さらにその後はスペースノイドを鎮圧するため反連邦デモを鎮圧するべくコロニーに毒ガスを注入して1500万人の住民の虐殺を行いました。こういった過激な行為の結果、反連邦組織エウーゴ結成がつながっていくことになり、反抗の芽を育てた戦犯キャラとなっています。第2位、ジェリド・メサ。ジェリドは機動戦士ゼータガンダムに登場した人物です。自分のたった一言がティターンズ崩壊を招くとは思いもよらなかったでしょう。ジェリドはティターンズの軍人でありエリート出身ということを鼻にかけていることに加え、ティターンズは力が全てという考えを強く持っているので、時に傲慢な態度が見られる人物です。そんなジェリドは第1話にてふと後ろで女性がカミーユと呼んでいたのを聞いて振り返りますが、その人物を見ると男だったことから女の名前なのになんだ男かと言ってしまいます。ジェリドは激怒したカミーユに殴られるも、殴ったカミーユは拘束されて、逆にジェリドから眉間に靴先で蹴りを入れられてしまいました。さらにその後の尋問でも煽られて逆上しますが、
再び拘束して殴られます。しかしジェリドが登場するガンダムマーク2が落下して施設を破壊したので、カミーユはその混乱に乗じて脱出し、自分を殴った尋問官に復讐するためマーク2を強奪するのでした。ジェリドの不意のたった一言、ただの一言がカミーユをガンダムに登場するきっかけとなり、最終的にはエウーゴが勝利してティターンズ崩壊のきっかけを作ることになったということで、非常に票数が多く2位とさせていただきました。ジークアクスではジェリドは登場していませんが、オープニング曲プラズマの歌詞が明らかにジェリドのことを指しているとしか思えない内容になっていることから、ゼータガンダムにおける人的ポジションと認知されているのかもしれません。第1位、イオククジャン。第1位が圧倒的に票数が多かったイオククジャンとさせていただきました。イオクは鉄血のオルフェンズ第2期に登場した人物です。世界平和を維持する軍隊ギャラルホルンの家紋の一つ、クジャン家の当主であり、自信と正義感にあふれる人物です。そのためモビルスーツパイロットとして自ら率先して戦場に出ようとするのですが、モビルスーツの操縦が下手くそな上に周囲の状況も見えていないので、劇中では危険すぎるモビルアーナーハシュマルを起動させてしまい、さらにその後もハシュマルを止めようとする鉄火団の作戦行動を台無しにする攻撃を仕掛けた結果、ライドの奮戦の甲斐もなく、ハシュマルの攻撃で農業プラントの人々が全滅するという事態を引き起こしました。その後イオクの行動はセブンスターズ内で問題視されたものの、今度は条約違反の禁断の兵器ダインスレイブを持ち出し、さらになぜタービンの停戦進行を無視してまで攻撃を仕掛けるという愚行を犯します。こうして視聴者をイライラさせ続けたイオク様でしたが、追い詰めたグシオン・リベイクフルシティに裁きを下すべく名乗りを上げたことから、逆にタービンズの仇に激高するアキヒロの裁きの鉄槌を受け、その幕を閉じました。このような幕引きからイオククジャンは別名ペシャンポーとも呼ばれるようになり、さらに日曜日に放送していた鉄血のオルフェンズの問題児を揶揄するあだ名日曜日のたわけと語り継がれるようにもなりました。行動が伴わないだけで悪意があるわけではなく、部下からの人望も厚い人物ですが、オルフェンズ終盤の展開から余計に視聴者のフラストレーションの全てを引き受けることになったことも影響が大きかったのかもしれません。以上、戦犯キャラ7選をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。特にジェリドとイオクはどちらも圧倒的な票数の中、ジェリドは自軍を崩壊させており、イオクは自軍が勝利しているので、ジェリドの方が戦犯らしいのかもしれませんが、コメントを拝見するとイオクのたわけっぷりが印象深いという意見も多く、この順位とさせていただきました。こういった人物がいるからこそ物語が際立つとはいえ、見ている間のイライラ感が何とも言えないものがあるのではないでしょうか。他にも皆様の考える戦犯キャラ、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。